コロンボ動物病院チャンネルです。このチャンネルでは、私が日々の診察を通して学んだ犬や猫の健康維持に役立つ情報を動画にして飼い主さんに配信しています。動画を見て役に立ったと感じた場合は、ぜひチャンネル登録をお願いします。今日のお話は、猫を長生きさせるために一番大切なことというお話です。一番大切なことって何ですかね。いろいろありますね。YouTube でもいろんな人がいろんなことを喋っていて、あれがダメです、これがダメです、こういうご飯がいいですとかいろいろ喋ってるんですけども、そんなことじゃなくて、もっと飼い主さんができる根本的なところですね。言い換えると、いかに腎不全にさせないか、またはいかに腎不全の発症年齢を遅らせるかというポイントから見たときに一番大切なことという内容になっています。簡単ですので最後までご視聴お願いします。で、今日は猫に関する2つの事柄からアプローチして答えにたどり着きたいと思います。まず1つ目ですね。1つ目は現在、猫の腎不全治療で行われていることから答えに近づいていこうかなと思います。猫の腎不全治療っていろいろあります。いろいろあるんですけども、今回はその中でも、ACE 阻害薬、フォルテコールですかね。薬の名前で言えばベナゼプリル。それから、セミントラ。ARB ってやつですね。これらの薬って、よくわかんないで飲んでる人結構いると思うんですよね。何の働きかっていうと、どっちも同じで、アンギオテンシン2っていう血圧上昇ホルモンを抑制するための治療ということになります。アンギオテンシン2っていうのは、血圧上昇ホルモンなんですけど、なんで血圧上昇ホルモンが出ると腎不全にとって良くないかって話なんですけど、高血圧になると腎臓の血管がダメになっちゃうんだそうですね。これはもう皆さん、ちょっと考えればわかりますね。高血圧は人間でも血管をダメにしますよね。動脈硬化だったりとか。全く同じです。高血圧で腎臓の血管がダメになってしまうことで腎不全を発症したり、腎不全を助長したりするから、それをさせないために高血圧にしないようにしてるってことですね。で、今回注目するのは、アンギオテンシン2ってどんな時に出ちゃうんですか？どんな時に出るホルモンなんですかってことです。ものすごく簡単に言うと、腎臓の血流量が減った時に出てきます。とても大事なことですよ。腎臓の血流量が減った時に出てしまうアンギオテンシン2を抑えることが腎不全の治療で一般的に行われているってことです。きっかけは腎臓の血流量が低下するってことですね。これ大事なんで頭に入れといてください。二つ目ですね。二つ目はこの本ですね。東京大学の宮崎徹先生が、執筆された猫が30歳まで生きる日っていう、本ですね。話題の研究です。この本を読んで気がついたことから答えに近づいていこうかなと思いますが、この本、読まれた方多いと思うんですけど、要は、SIM っていう物質があって、で、その SIM っていうのが腎臓のゴミを標識して、で、取り除くように働くから、腎不全にならないんですっていうような内容ですかね。大雑把に言えばですけどね。私が大雑把に言うのもちょっとあれですけども、そういう内容になっています。で、詳しくは本を読んでいただければわかるんですけど、この本の中にとても大事な一文があって、どういう時に、腎臓がダメになっていくかっていうことが書いたんですね。で、こんな
ことが書いてあります。腎臓の血流量が滞ると、尿の通り道である尿細管っていう管の上皮細胞。上皮細胞っていうのは尿細管の内張りをしている管の一番おしっこと接している部分の細胞が血流が滞ることで死んでしまうんだそうです。で、その死んだ細胞のカスがゴミとなって、このゴミのことデブリって書いてありますけど、このゴミが尿細管に詰まってしまう。ゴミがドドドって出ることで、ギュッとこう詰まってしまう。で、そこから腎不全が始まっていくって書いてあります。で、この SIM っていうのは、その詰まったゴミを、ここゴミですよって標識して、免疫担当細胞に食べさせることで、腎不全を発症させないっていう、流れなんですけども、一番のきっかけは、腎臓の血流量が滞って、尿細管の上皮細胞が死ぬ。そこから腎不全が始まるんだよ。あるいは、急性の腎障害が始まるんだよってところがとても大事なところです。もうお分かりですかね。AC 阻害薬とか ARB の、働きから導いた答えと、この本で宮崎先生が話している内容ですね。同じなんですね。どちらも腎臓の血流量が滞るところから腎不全って始まっちゃうんですよってことです。じゃあ、腎臓の血流量が滞るってどういうことですかってことですけど、腎臓に血がいかないってことですから、全くいかなくなっちゃったら腎臓が壊死しちゃいますから、全くいかないってことはないんでしょうね。じゃあどういうことかっていうと、腎臓の血流量が低下してしまう原因を作ってしまうと、そこから腎臓の障害が始まっていくってことです。尿石症で詰まっちゃうってのもそうかもしれないし、心筋症で血流量が落ちるってこともそうかもしれないです。ただ、飼い主さんができることで考えるとですね、一番の原因は脱水です。脱水。脱水すると腎臓への血流量は減ってしまいます。これ当たり前のことで、脱水すれば血液量が減るんですから、腎臓に到達する血液量も当然減りますよね。そこから腎臓の障害が始まっていって、腎不全がスタートしていくってことです。はい。答えはそういうことです。脱水させないこと、つまり腎臓の血流量を落とさないこと、これが猫を長生きさせるために一番大切なことです。これ簡単です。暑い環境や乾燥した環境に猫をさらさなければいいんです。飼い主さんができる一番簡単なことです。うちの病院の YouTube とか、コラムとかでもうこれ散々言ってますけども、夏は暑い環境に当てなければいいし、冬は温めすぎたり、乾燥させすぎたりさせなければ、それでいいっていうことですね。猫は乾燥させた方がいいんだ。なぜなら砂漠地帯が原産だからっていう方いらっしゃるんですけど、哺乳類で乾燥した環境がいいなんてことは、ありえませんね。動物の命の源は水ですからね。水が少ない方がいい、乾燥してる方がいいなんてことはありえません。ねえ、砂漠だってオアシスがなければみんな死んじゃうんですから、乾燥しすぎてて。だから、乾燥に耐えられるような体にはなったかもしれないけれども、猫はその後世界中に散って、そこで独自に環境に適応して、いろいろと進化してますからね。砂漠の猫なら乾燥には耐えられんのかもしれないですけどね。じゃあ、ロシアンブルーってどこの猫？
ノルウェージャンフォレストキャットってどこの猫？ブリティッシュショートヘアは？アメリカンショートヘアは？そういうことですよね。みんなそれぞれの環境に適応して体が変わってってるわけです。乾燥した方がいいから猫を湿った環境に置いちゃいけませんなんてことはありえません。湿った環境に置いてれば口からの不感蒸泄だって抑えられるし、猫の脱水を最小限にすることができると考えています。なので、いろんな意見があるとは思いますけど、猫を長生きさせたかったら、暑い環境や乾燥した環境に絶対に置かないべきですね。これは、日々の診察を通して、あるいは私が自分で猫を飼って何頭も見送って、その中で強く実感していることです。なので、これからも皆さんにこのことに関しては強く発信していきたいかなと思っています。はい。それではまとめます。猫を長生きさせるために一番大切なこと、それは猫を脱水させないことです。皆さんもこれ頭に置いて猫を飼ってあげてください。あと余談ですけど、ここ千葉県船橋市ですからね。関東地方って、カカア殿下と空っ風っていうぐらいですから、冬は天気が良くてものすごく乾燥します。関東地方で猫を飼う人は、もう絶対的にそこは肝に銘じて、室内管理とか使用管理してあげてください。場合によっては、北国の猫とかよりも辛い状況に置かれている可能性がありますね。北国は、冬は、日照時間が短くて雪も降りますので、日向に照らされる時間も短いでしょうし、あとは湿度があるんで乾燥にさらされる時間も少ないとは思いますね。まあ、ただ、最近は北国も床暖房が普及しちゃってますんで、床暖房で一日中ガンガン温められちゃったら、きっと猫は長生きしないんじゃないかなと思ってます。まあ、一番幸せなのは、まあ、北国で言えば、煙突のついた薪ストーブ、あれの上に夜間が乗ってて、チン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 って沸騰したお湯が常にこう蒸気を出しているような、あんな環境で猫がもし飼うことができたら、きっと猫は長生きするんだろうなと思っています。まあ時代が違うんですかね。時代が違うって言われちゃいますかね。でもそうだと思いますよ。はい。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。